どうも、ベトナム在住の内津です。SS50 のエンジンね、下ろしたんでね、これから分解していきたいと思います。まずはね、分解の前にプラグ見ておきましょう。閉める、開ける。こっちか。いつもね、プラグを先にチェックし忘れるんですよね。こういうのはね、ちゃんと見とかないと。黒いなぁ。まあまあ黒いですね。もう一つね、先日のカチャカチャ音、ちょっとタペットの方を見ておきたいと思います。これでトップ適正値だと思うんだけどな。ちなみにね、以前マーキングがないって言ってこのトップを見ながらね書いてったんですけども、実際正しいのはここの下のちっちゃな切り書きでしたね。ここにもあるからね、なんかわけわかんなくなったんですが、どうもこいつが正しいみたいですね。まあそれはいいや。やっぱりカムチェーンかな。開けていきましょう。あ、ちなみにこれはね、どっちでもほとんど大差はないのかな、位置はね。じゃあ開けていきますかね。こっち向きか。で、ここ開けるのはね、もう最初からショックドライバーでいきます。閉める、開ける。こっちね。さあ、いつもわからないここの正しい開け方だけど、こじっちまえばいいのかな。か。よし。ああ、これか。こいつだ。ここのね、変換アダプター外すの忘れてました。こいつをはいし。6ボルトのね、ポイント転換のクランクに12ボルトのジェネレーターつけるんでね、こんな変換アダプターがついてました。今苦戦したのはね、これもね、いろいろ加工してはめれるようにしてあるんですけれども、形が悪いんでね、外すのがちょっと大変でした。これでいけるんじゃないかい。ああ、こいつも外すのか。これを外して、よし。OK。これね、前にも説明しましたが、このクランクケースのね、こいつの後ろ側にワンウェイバルブがあるんですね。で、こいつは、12ボルト用の、なんだっけ、カムチェーンテンショナーか。なんで、本来それが合わないんですけどね。これは下側塞いであるんですよ。なんでこれでね、止まってるかなと思ってたんですが、こいつはね、一応オイルまだ抜いてないんですよ。ワンウェイバルブがね、ちゃんと生きてるのか、その確認を先にしたくって、一応は止まるけどな、少し動く？これがいけないのかな。ここが動いてますよね。これぐらいは動いていい気はするんだけどな。まあまあどうであれね、
今回、ちゃんとこの12ボルト用のね、CDI 用の、紙チェーンテンショナーつけれるように改造してもらいたいと思います。これね、まだオイル100キロしか走ってないんで、オイルはきれいに取り出したいと思います。これで閉める、開ける。これね、オイル抜いてみたんだけども、オイル抜いてもね、あんまり動かないんですよ、ちょっとしか。結局、バネの力だけで止まってたみたいですね。違うかな、これ確か強いバネ入れたんだよね。あ、ね。うわうわうわ。潰れちゃった、ここが。まあ戻ったけど。バネやな。ね、ちょっとね、中を変なことして、穴塞いでるんですよ、こいつ。まあいいやー、いいやー。ね。これガタはないよね。いけんのかな。本当は寸法を測るべきなんでしょうけどね。それはいいや。さて、これでばらせるんじゃないかい。それではばらしましょう。うわ、ここ止めとくべきだったか。いけるやろ。OK。これね、異音の原因、こいつもあるんじゃないのかな。案外すり減ってるんですよね。今回これはちょっといいやつ探します。さて、さて、加工に出すからこいつも取っとくか。閉める、開ける。ね、ボルトはこれで置いておきます。さて、もう一個あんじゃん。これでいいんじゃないかい。いつも外して、忘れ物はないよね。叩いていいよね。ああ、違う。一箇所だけ。これね、クラッチばらさずに開けようと思ってんだけど、あ、いけたのか。大丈夫か。違うじゃん、違うじゃん。もう。ここはけ忘れやん。こんなことするから壊すのよ。こいつね。これでいいやろ。これで開くんじゃないですかい。あんまりこっち側から開けるのは良くない気がするけどね。開きました。破れた。どこだっけ。
ね、ここのワンウェイバルブをね、塞いでもらいたいんですよ。こんなとこかな。あとこいつか。こいつをかけるにはレンチ。さあ、いいやり方かどうか知らんけど、ドライバーを挟んで、こうやりゃ。とりあえずね、分解完了です。ちなみにこの近辺からオイル漏れしてたんですけど、ガスケットは剥がして破れたのか最初から切れたのか、どっちなんでしょうね。まあまあ、とりあえずね、今回は液体ガスケット塗っちゃいます。それであとね、ここの穴をね塞いでもらってきます。それじゃあ今日はここまでです。それではまた。